この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。二人組の可愛いイラストですよね。刺身醤油さんの作品で、タイトルは Bet on Us。オリジナルキャラクターの二人組アイドル、絶対少女領域の坂上美鈴ちゃん、左と、ウルーみるいちゃん、右を描きました。ルーレット台の上で挑発的な表情が可愛いかなと思って描きました。できることはやろうと思い、ポーズの写真を撮って参考にしたり、コントラストを考えた構図にしたりと工夫したのですが、なんだかまだ心に響かない気がします。色なのかな？もっと細部を書き込んだ方が良いのかなと余地はまだまだあるような気がするのですが、しかし時間をかければかけるほど正解がわからなくなってしまったため、ここで終了としました。できるなら見た人におっと思ってもらえるような絵が描きたいです。添削してほしいところは気になるところすべてです。塗れば塗るほど、時間をかければかけるほど絵に動きがなくなっているように思いました。今の自分にどんな練習が必要でしょうか。9年は絵を描いているはずなのに全然上手くなれた実感がなくて苦しいです。周りはどんどん上手くなっているのに焦ってしまいます。目の付けどころがいけないのでしょうか。オリジナルイラストでもいっぱいリツイートされるような絵師になりたいとのことです。刺身醤油さん、ご応募ありがとうございます。いや、まずね、おっと思えるような絵が描けるようになりたいとおっしゃってますが、僕この作品見た瞬間、思わずね、おって思っちゃいました。というかね、おって言っちゃいましたね。色使いや構図、書いている内容など、すごく目を引きつける力が十分にある方だなというふうに思いました。多分ですね、この方は今日の添削内容を見ていただければ、かなり超スピードで進化を遂げて、一気に上手くなれるような土台を持っている方だと感じました。いや、刺身醤油さんだけじゃなく多分ですね、今回の添削の内容を身につけていただければ、おそらく多くの人が自分の絵のレベルを3段階ぐらい高めていただけると思います。いや、ただね、ちょっとご注意ください。今日の内容はかなりね、レベルが高めです。ここまでね、細やかな細部にまで意識を向けるんだって、人によってはびっくりしちゃう部分が多く含まれているかもしれません。ちょっとついていけないかもなーって途中で思ったとしても安心してくださいね。今日の内容はそもそも高難易度設定なので、そこを踏まえてご覧ください。で、いつも通りですね、もう先に結論言っちゃうんですが、今日の添削のテーマは適当さと丁寧さについてです。このイラストですね、実はこういう言い方はあれなんですが、適当に書き飛ばされている部分が結構あるんですよ。例えばね、この瓶のとことか、背景とか、あとはね、この椅子とかね、こういう部分は結構適当に書き飛ばされているのに、ただ、それがあんまり目につかない。これなんでかっていうと、すごく巧みに視線誘導がされていて、その適当さが逆に味になっている部分があるからなんですね。ですが逆にですね、丁寧に書くべきところがいまいち丁寧に書ききれていないため、適当に書き飛ばされた部分がちょっと必要以上に目につく形になってしまって、それがね、ちょっともったいないんですね。そのせいでなんか心にまで響いてこないイラストで止まってしまっているんです。なので、その部分を払拭していく必要があると思います。ですので、丁寧に書くべき部分と適当でいい部分、ここに着目しつつ、このイラストをどうやったらレベルアップさせることができるのか、順番に解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。さて、じゃあ最初にですね、左の赤い子、みすずちゃんから調整していきましょう。まずですね、ちょっとした準備として体のバランスを若干整えさせてください。はい。ちょっとですけどね、こんな感じですね。顔の大きさを少しだけ小さくしたのと、左腕の肘関節の位置をちょっとだけ調整しました。あと、顔の輪郭もですね、ラフを見る限り、はい、これがラフなんですけどね、すごくうまく描けてますよね。あんまりね、顔が長い印象はなかったんで、この輪郭の途中にあるセンスの影響なのか、ちょっとだけ間延びしている感じに見えたので、顎を少しだけ短く調整しました。で、ここからがポイントですね。今日のテーマは適当さと丁寧さについてなんですが、
今ですね、画面すべての書き込みが一定になっちゃってるので、そのせいで適当な部分が必要以上に適当に見えてしまっているとお話ししました。じゃあどこを丁寧に書き込んでいけばいいのかというと簡単です。それはですね、顔と胸と手です。ここの丁寧さだけ1段階引き上げると、このイラストむちゃくちゃ見栄えがするようになるはずです。やってみましょう。まずは手から。はい。手の形を整えてみました。この延長線上でね、扇子の形も少し整えます。はい。まずですね、手を丁寧に書き込みました。まだそんなに全体の印象は変わりませんが、見栄えが若干上がったのが気づく人は気づくかもしれません。そして次が結構効果が高いんじゃないでしょうか。髪の毛を修正していきましょう。やってみます。はい。まずはね、ちょっと形を修正しました。さらに書き込みを増やしていってみましょう。はい。どうでしょう。見比べると分かりやすいと思いますが、髪の毛の細部や艶めきを1段階アップしました。これだけでもかなり印象が良くなった感じがしませんか？あとはですね、さらに見栄えがアップできるポイントとしては、胸元ですね。ここについてももうちょっとだけはっきりとした印象になるように書き込みをアップさせていきます。はい。こんな感じですね。逆光なのでそこまで大きくは変えていませんが、凹凸がわかる程度に陰影を加えつつ、形をはっきりとさせてみました。そして最後に顔の中身の書き込みですね。やってみます。はい、こんな感じ。顔の中身についてもブラシを細くしながら、より細かい部分、例えばこのまつげとか眉毛とか、そういったところを繊細に整えていってみました。さあ、どうでしょう。今、左の子、みすずちゃんしか整えていませんが、最初と見比べると、ほら、どうですか？割とこれだけでパッと印象が変わった感じがお分かりいただけるのではないでしょうか。さて次に行ってみましょう。右の子、みるいちゃんですね。みるいちゃんについても下準備として体のバランスから整えていってみます。やってみます。はい、こんな感じ。こちらもですね、このラフを見る限り、そんなに面長な印象はなかったんですが、清書の段階で少し面長な印象になってしまっていました。なので、顔を少し縮めました。一応補足なんですが、これ意図して面長にしている場合であれば全然大丈夫です。例えばね、
あずきちゃんっていうアニメ。ちょっとこれ古いかな。あずきちゃんに出てくるじだまっていう女の子がいるんですが、あの子はね、結構面長でいい味を出しているキャラなので、そういうのもありだと思います。はい、次にですね、髪に行ってみましょう。形を整えていきますね。はい、髪の毛の形を整えつつ、さらにみすずちゃんと同じく書き込みをアップしていってみましょう。はい、どうでしょう。やっぱりね、髪の毛の印象は大きいですよね。ここの書き込みを増やすだけですごく印象が良くなる感じがすると思います。そしてさらに顔の中身の書き込みをアップしていきます。はい、みすずちゃんと同じくまつげや眉毛を少しだけくっきりとさせてみました。あとはちょっと細かいですが、胸の部分とお尻の部分についても若干調整していきます。はい。変更前はですね、胸と腰あたりに均一なリムライトが入っていたんですが、リムライトの弱点としてどうしてもモチーフが平面的に見えちゃうっていう弱点もあったりするんですね。あとですね、みるいちゃんはみすずちゃんよりも後ろにいるので、あんまり彼女の体の部分を強調すると、ちょっとね、今度はみすずちゃんが沈んでしまいますので、この部分のリムライトはこのように抑えめにした方が見栄えがすると思います。さて、キャラクターはこの辺でいいでしょう。次は背景の添削ですね。まずは手前のルーレットの調整をします。こうします。はい、画面全体が寒色なのに対して手前のルーレットが黄色で暖色なので、ちょっとね、必要以上に目立っちゃうなっていう部分がありました。少しだけ暖色の面積を減らして影にしてあげることで存在感を薄めてみました。で、次にですね、この座ってる部分、この台の部分、なんて言うんだろう、チップをかけるところですよね。ここにみすずちゃんとみるいちゃんが座っていて、で、タイトルが Bet on Us。私たちにかけてってことなので、この台の部分も意外と重要な要素の一つだと思います。なので、ちょっとだけ情報量をアップしたい感じがあるんですね。はい、こんな感じでね、影や、あとは赤と黒の模様、これを足して、ここにも情報量をプラスしてみました。こうすることで、よりみすずちゃんとみるいちゃんがいる周りの空間だけ、情報量がぐっとアップした感じがすると思います。さあ、ここからは仕上げの部分ですね。奥のカウンターバーの部分を、このままでも十分いいんですが、ちょっとだけ雰囲気をアップしていってみましょう。こうします。はい。奥にですね、青い光を周りに広げてみました。青い光っていいですよね。青い光をうまく使えると、絵にね、ちょっとだけおしゃれな感じをプラスすることができます。で、光が描きっぱなしだと、少し浮いたような感じになってしまいますので、周りの壁などに馴染ませるように書き込みを増やしていきます。はい、こんな感じ。レンガの壁がちょっとだけ光っている感じにも見えていたので、この辺りを馴染ませてみました。あ
とはですね、シルエットが単調になりすぎちゃった場合には、こんな工夫もありだと思います。はい、テーブルの上にフルーツとかね、小物類を追加して、この部分のシルエットに変化を持たせてみました。こうすると、あんまり書き込みは増やしてないのに密度がアップして、完成度が高まった感じするでしょ。で、最後、この椅子なんですが、椅子を明るく描いちゃってるので、ちょっとこの椅子が必要以上に目立っている感じがするのが、なんとなくもったいない感じがしました。これはですね、逆に暗く沈めた方がキャラクターにスッと目がいく感じがすると思います。やってみます。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？イメージ自体はね、そんなに変わっていないのに、全体の完成度がぐっとアップした感じがお分かりいただけるのではないでしょうか。今回の添削のポイントは、丁寧さと適当さということで、刺身醤油さんは全体の雰囲気を大きく捉えて、書き込みを増やさずに全体の雰囲気をよく見せる部分。言い方はあれですが、適当に書く部分はすごくうまく書けていたと思うんですね。ただそこができすぎるゆえに、丁寧に書く部分が少しだけ足りていない状態だったと思います。なので、丁寧に書く部分、顔と胸と手、ここを意識しつつ書き込みを行いました。で、さらに背景についてもこんな感じでね、奥と手前はあまり目がいかないように目立たない色を使ったり、書き込みをなじませつつ、メインの女の子たちが座っているテーブルには情報量を足してあげる。こうすることで見てほしい部分には視線を誘導し、完成度をアップさせることができました。はい、ちょっと今回はすごく細かい部分の添削だったので難しかったと思うんですが、いかがだったでしょうか？今回の内容が参考になったよっていう方はですね、同じく部分的な書き込みによって完成度を上げることができるというのを解説した動画、気まぐれ添削56もおすすめです。厚塗りの絵の方は、むしろこっちの方が参考になるかもしれませんね。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけん、ポン！それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。